こんにちは、木之内です。今回は家の中心であるリビングダイニングキッチンについて見ていきます。皆さんが間取りを考えるときに活用しやすいように LDK の5つの型を話していきます。寝室や子供室は皆さんがイメージしている空間にそれほど差がないのですが、 LDK は全く違います。住まい手の好みだけでなく敷地環境の影響を大きく受けるので、家の数だけ LDK があるとも言えますし、この LDK が家の価値を決めると言っても言い過ぎではありません。最近公式 LINE に登録いただいた方から間取りの相談も受けていますが、やはり LDK 周りの指摘をさせていただくことが多いです。なぜかダイニングの窓が北向きであったり、 LDK の大開口が隣を向いていたりと、それぞれ一応理由はあるのですが、優先順位が違うと言わざるを得ないものもたくさんあります。間取りに少し違和感を感じながらも、こんなものかと諦めていた方には可能性が広がる内容ですので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速 LDK の型について見ていきたいのですが、まずは以前 YouTube に上げた間取り添削動画の間取りを見てください。これらの動画は視聴者の皆様から送られてきた間取りを私が添削するというものですが、添削だけでなく18件すべて新しい提案をしています。 LDK に注目してざっと見ていただいた後、LDK の型を整理します。そしてその後に実例の写真もご紹介します。初号家は周辺が3階建ての建物なので2階リビングとしています。道路側と反対方向にデッキテラスを設けて2方向から採光できるということで、正方形に近い LDK となりました。間口が小さい場合には2方向に窓を設けたいところです。ダダダ家は直線上に LDK を並べて南側の庭に面する窓をできるだけ長くしました。南に面する開口が大きいと温熱環境的にも理想的です。南側が神社というのも好条件でした。都心に立つタック家は向かいのアパートから覗かれる心配がありました。小さいですが壁で囲われた庭を設けて、そのテラスを囲むように L 型の LDK としました。日照を得るためにリビングの上部は吹き抜けにしています。岡家はご夫婦2人のための住まいでした。中庭のデッキテラスに面して L 型の LDK としました。ダイニングへは東側からの朝の光、リビングには南からの日照を得られるような配置としました。テラスの南側にあたる寝室は平屋建てですので十分な日当たりが確保できます。真受けは南北に細長い敷地ですので条件はかなり厳しいです。テラス側の窓の面積に制約があるので、玄関側や階段から少しでも光を取り入れたいところです。都心部ではこのようなうなぎの寝床と言われるような敷地も多くあります。中広家は LDK を直線上に並べて、中広さんのアイデア通り南側に土間空間を設けています。この日当たりの良い土間空間は庭と室内を一体化させます。大好きなペットと一緒に楽しい生活が送れそうです。梅子家は住宅が密集している地域に立ちます。2階リビングとして道路側からの採光を確保して、さらに光を取り入れるために LDK の上部を吹き抜けとし、屋上テラスにつなげています。慶家は森と川に面している恵まれた敷地で、敷地面積も十分でした。南からの日照と東側の森への眺望を両方得るためにリビングとダイニングを L 型に配置しています。敷地に余裕があるので北側にも庭を広げることができました。雪里子家は分譲住宅に多いいわゆる旗竿敷地です。採光を得るために2階リビングとしてバルコニーは不要と割り切っておられましたので LDK の広さを確保できました。良い判断だと思います。猫パパ家も住宅密集地なので2階リビングとしてリビングとダイニングをずらすことでテラスを確保できました。同じ階に水回りもまとめています。永桃家も南北に長い敷地ですが、中庭を設けて南北に大きな窓を設けています。2方向に窓を設けると採光だけでなく風通しも断然良くなります。明るい空間に書斎や本棚、バーカウンターも盛り込むことができました。北海道のトマト家はスキップフロアです。1階のダイニングキッチンから半階上がってリビング、また半階上がると寝室となっています。1階の車庫の階高を低く抑えることでスキップフロアが可能となりました。ホテルライクなリビングと寝室の関係を望んでいた
トマトさんのアイデアをそのままダイニングとリビング、寝室がつながる空間を提案しました。沖縄のパルコ家は2世帯住宅です。2世帯住宅はどこまで共用するかが課題となりますが、ここではダイニングとキッチンのみを共用することとしました。プライバシーを守りながらも、ダイニングからは親世帯の様子を伺うことができます。桃ドラ家は庭園間近のご夫妻で LDK に加えて寝室も一体となっています。寝室はカーテンで仕切る程度で良いという桃ドラさんのアイデアです。2人暮らしなら間仕切り壁は必要ないというのもよくわかります。MK 家は中庭型の平屋で LDK から各部屋につながります。中庭型でもこれくらい間口があれば直線上に並べることができます。テラスに屋根をかけることが課題でした。不動おばさん家はかなり狭小地です。周囲は建物が建て込んでいて、1階の窓からは採光があまり期待できないため、ダイニングの上部を吹き抜けとして光を取り込みました。娘さん親子との同居ですが、ダイニングの南側を小上がりの畳の間として、昼間は茶の間、夜はうどんおばさんの寝室として使用します。満腹家は田園地域に立つ平屋建て住宅です。中庭を囲うように L 型の LDK を設けています。その隅は畳の間としてリビングやダイニングの延長として利用できます。外部に対しては閉じてプライバシーを守っていますが、2つのテラスから光と風を取り込みます。MS 家は幹線道路沿いの間口が小さくて奥に長い敷地で3階建ての建物の2階部分が LDK です。日当たりが期待できる南西に庭を設けて日照を得ています。ただ周辺にも高層ビルが建つ可能性があるので、北側とはいえ道路側にも大きな窓を設けて将来的にも採光を確保しています。以上見ていただいたそれぞれの間取りは各間取り添削動画で詳しく解説してますので、まだ見ていない方はぜひご覧ください。LDK の広さは条件によって様々ですが、20から25畳ぐらいが多いと思います。すべて 910mm グリッドを用いて書いてますので、広さがわかります。グリッド2マスで1畳として数えてみてください。後ほど実例の写真も見ていただきますが、間取り添削動画を見ると、やはり直線上にリビング、ダイニング、キッチンを配置した間取りが多いことがわかります。南側に大きな窓を設けることができれば、日当たりが良くて温熱環境的にも有利になるので、必然的にこの方になります。ただそれが可能な恵まれた敷地ばかりではありませんし、条件によっては別の優先事項があるかもしれません。そうした時にも判断に困らないように、全ての方を見ておいてください。今回 LDK をこのような5つの型に分類しました。間口の大きさによって違いが出るので、2つの長方形型と L 字型、高低差型、分離型です。先ほどの間取り添削の事例にもいずれかの型を記入していますので、ご興味があれば見直してみてください。それではこれらの型を順番に見ていきます。1つ目の長方形型は建物の間口が大きい場合です。間口というのは建物の正面の幅だと考えてください。この長方形型は使われることが最も多い型で、 LDK といえばリビング、ダイニング、キッチンを直線上に並べる形をほとんどの方がイメージしているのではないでしょうか。特に南側に庭があって、その庭に面して大きな窓を設けることができれば理想的な LDK の間取りです。そしてできるだけ風が抜けるように庭に面した窓だけでなく反対側にも窓を設けたいところです。それでは実例を見ていただきますと、写真の正面奥から食器棚、アイランドキッチン、ダイニングテーブルがあって、一番手前がリビングです。この家では南側の開口が長いので自然とこういう間取りになりました。南側に大きな窓を設けることによって日照を十分取り込み、ファッシブなデザインが可能となります。もう少し南側の間口が小さいとリビング、ダイニング、キッチンを全て並べることはできませんので、キッチン奥に移動することになります。ダイニングの奥にキッチンを配置して南側の庭に面する場所をダイニングとリビングとしています。先ほどの事例のモデルとなった家です。キッチンの位置についてはクライアントとかなりシミュレーションしました。リビング、ダイニングやテレビとの距離感とキッチンの収納量をバランスさせた間取りとなっています。キッチンからダイニングを見たところです。もう少し庭に面する窓が小さい場合は庭に近い場所にリビングを設けます。
窓から離れてしまうダイニングやキッチンにも光を回すようにリビング上部を吹き抜けとしているので、決して暗くはありません。2つ目の長方形型は建物の間口が小さい場合です。間口が小さくて奥に深い建物の場合、暗くなりがちなので注意が必要です。奥の方にも窓は必須で、この辺りは工夫が必要になります。この敷地は南北に長い敷地ですが、北側に眺望が開けているのが特徴的なロケーションです。この眺望を生かすため、南側にダイニングキッチン、北側にリビングを設けています。この北にある里山の眺めを見て、迷いなく北側をリビングとしました。この階段部分から日の光を取り込んでいます。都心の細長い敷地に立つこの家では、道路側には格子を設けて視線を遮りながら採光しています。それだけでは暗いので、敷地の中間に小さいですが囲われた庭を設けて光を補っています。こちらも同じような敷地です。間口が小さい場合はキッチンを長手方向に配置します。キッチンとダイニングを一体として一番奥の窓際がリビングです。階段に連続して作り付けのソファーを設けて間口の狭さを解決しています。奥に窓を設けることができないので、3階の透明の床から光を落としています。そして3つ目の型は L 字型です。LDK を直線上に並べるほど敷地が広くない場合や、プライバシーを確保するために中庭型を採用する場合、庭を取り囲むように LDK を配置します。採光を考慮して庭に面する場所にリビングとダイニング、隅にキッチンを設けます。南側からの光をリビングに取り込んで、東からの朝日をダイニングに取り込むようにすることが多いですが、この辺りは他の条件次第でもあります。中庭に面して手前がリビングで、このタイル張りのついたての向こうがキッチン、キッチンの左手がダイニングです。LDK のどこにいてもデッキテラスの山帽子を見ることができます。この家も同じような配置ですが、ここではキッチンを閉鎖的にしているので印象が違うかと思います。丸い穴はホームシアターを映写するためです。キッチンから東側のデッキテラスを見たところで朝の光が差してきます。同じように囲われたデッキテラスとオープンな芝生の庭に面してリビングとダイニングを配置しています。そして4つ目の型は高低差型です。 L 字型はリビングとダイニングを平面的にずらした形でしたが、高低差型は垂直方向にずらすことでリビングとダイニングの距離感に変化をつけます。敷地の段差を利用してスキップフロアとした事例です。手前のダイニングキッチンと奥のリビングは半階分の段差があるので少し距離感が出ます。半階上がったリビングからまた半階上がると寝室と子供室につながります。同じようにスキップフロアの事例です。手前のリビングから半階下がるとダイニングキッチン、半階上がると個室です。このような構成は1階と中2階、2階の部屋が連続する面白い空間になります。キッチンから見るとこのように見えます。ここではダイニングキッチンとリビングのフロアを分けています。1階のダイニングから2階のリビング、屋上のテラスまで吹き抜け空間でつながっています。小上がりの和室も高低差をつけるということで、ここに含めることにします。この空間はリビングというよりも茶の間といった方がいいかと思いますが、親戚が集まるときはレベルの違うダイニングと茶の間に作り付けのテーブルをかけ渡します。この板張りの壁の向こうがキッチンです。5つ目の型はリビングダイニング分離型です。リビングとダイニングを分けることで静かな空間で映画を見たり読書をすることができます。来客が多い家にも用いられることが多い形です。手前のダイニングと奥のリビングを分離した事例です。間に階段を挟んでそれぞれの部屋には引き戸が設けられています。リビングと一体となったテラスを設けることによって中庭の構成が非常にうまくいきました。そこまでしなくても長方形型のリビングとダイニングの間に引き戸を設けて来客に備えることもできます。2世帯住宅の場合も分離型になることがあります。2世帯住宅の場合、玄関から分かれる完全分離型から完全同居型まで共用する度合いに幅があります。完全分離型が理想かもしれませんが、様々な条件から一部共用しないといけないとしたら、パルコッケと同じようにダイニングを共用するというケースが多いのではないでしょうか。
ここでは面積に制約がある中で2世帯住宅とした我が家の事例を見ていただきます。2世帯で共用するダイニングテーブルだけは大きなものにしています。来客があった時にはここに通します。この壁の向こうがキッチンです。食事をするキッチン、ダイニングと洗面浴室を共用して同居するメリットを生かしています。この共用するダイニングから2世帯が同じ距離感となるように各部屋を配置しようと考えました。ダイニングのこの壁の向こうが親世帯、階段上がると子世帯のゾーンとしました。リビングらしいリビングも取れませんでしたが、親世帯は和室なので布団を上げて昼間は茶の間として使えます。子世帯はリビングという家族の場所をひねり出すため、個室としての子供室は設けませんでした。このエリアを2つに分けて子供室にすることもできたのですが、子供が寝るための最低限のゾーンを1メートル80センチの壁で仕切って、残りをリビングとして確保することにしました。決して広くはないのですが、なんとかソファーとテレビが置けます。それと寝室もベッドではなく小上がりの畳の間にして、寝るとき以外はリビングの延長として使っています。この位置はテラスで干した洗濯物を畳むのにも好都合です。ここには引き戸がありますが、天井までスライドして開くので、戸の存在感はなく、寝るときもほとんど閉めたことがありません。家は基本的にワンルームだと思っているので、かなり開放的な間取りとなりました。そのおかげで決して広くない家ですが、狭く感じたこともありません。ちょっと特殊かもしれませんので、これは例外と考えてください。これくらい型にこだわらなくても良いという事例として見ていただきました。とはいえ、間取り添削にご応募いただいたトマトさんや桃ドラさんも、間仕切りのない空間を思い描いているので、決して例外でもないのかもしれません。それと LDK のうちのリビングという説明については、なんとなくしっくりこないという方もおられると思います。もしかしたらそれは今とリビングの違いかもしれません。日本では今と呼ばれていた空間がありました。客をもてなすことが家の大切な役割であった頃、その主役の客間と区別して、今はあくまでもプライベートな家族の居場所という意味合いでした。ところが後に入ってきた欧米のリビングルームには、家族だけでなくゲストを通す部屋という役割がありました。そういう意味では、応接室をリビングと呼んでいる人もあながち間違いとは言えません。ただ最近の家では客間はなくなって、来客があった時にも家族が集まって過ごしている部屋に通すことが一般的になってきています。ですので、日本の今も英語のリビングルームもほぼ同義語ですので、ひっくるめてリビングと呼ぶことにしました。その一方で、大邸宅と呼ばれるようなお客様の多い家では、もてなすことを意識したリビングや家族用のダイニングとは別にメインダイニングを設けることもあります。こちらは欧米のリビングルームに近いと言えます。右側はお客様を意識したリビングで、正面がメインダイニングです。例外的なものもありましたが、以上が LDK の典型的な5つの型になります。間取りを検討する際には意識してみてください。実際に間取りを書くのはダイニングからになると思います。ダイニングは食事をするという目的が具体的で分かりやすいのですが、リビングについては目的が定まっているわけではなく、家族それぞれが気ままに過ごす空間です。そういう意味では役割の明確なキッチンを中心として、その延長線上でリビングを考えるとプランニングしやすいはずです。キッチンを閉鎖的にしてダイニングを独立させた形にするか、ダイニングキッチンとするか、そしてそのダイニングをリビングと一体とするかどうかで LDK の形が定まってきます。このあたりは過去にキッチンの動画を上げていますので参考にしてください。今回は大きく5つの型に分類しましたが、必ずどれかの型に当てはまるといったものでもなく、実際には住まい手の数だけ LDK の形があります。そして時代によっても変化します。1台のテレビの前に家族みんなが集まる時代から1人1台のスマホを持つ時代になりました。そうなると当然リビングの形も同じではないはずです。今までの常識を捨てて、ぜひ自分たちらしい LDK を思い描いてください。イメージできるものは実現しますので、素直に居心地がいいと思える LDK に挑戦してみてください。もしできた LDK の形が本当に可能なのか、問題はないのか不安であればご相談いただければと思います。最後にお知らせです。家づくりはほとんどの方が初めての経験だと思います。そんな方のために家づくりの進め方や依頼先の選び方についてまとめようと思い、時間がかかったのですが、ようやく無から有を生み出す家づくり実践講座として完成しました。下の公式 LINE に登録いただくと、
動画をお送りさせていただきます。間取りを作成するということは家づくり全体を左右する根幹部分です。ここを押さえると家づくりは8割方成功したようなものですので、しっかりと時間をかけてでも取り組んでください。もし間取りに迷ったら個別のご相談も受けていますので、ぜひご利用ください。早速海が見える絶好の敷地や古民家の改修計画、斜面地の計画など面白いお話をお伺いできました。ご興味がありましたら下の概要欄からお友達追加しておいてください。ということで今回も最後まで見ていただきありがとうございました。もし今回も役に立ったと思ったらいいねで教えてください。次回の家づくりに役立つ配信を見逃したくない人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。